せっかく感動のリビングのアフターを撮ったばっかりなのに。あやちゃんも向こうからこっちに移してほしいものがあるんでしょ。そうなんです。そんなことないよ。ないよ。向こうは向こうで。あ、そう。はいはい。だからもうそれでこっちに来たら了解です。もう仲良し。一番ここが問題なの。スーパーじゃない。スーパーね。だから気にするのが使うから。おっしゃる通りだなと。そんなに片手には時間かかない。もうどうせ散らかるし。そうですよ。使うものって言って出していって。ああ、そうね。また使うしね。でもそんなこと言ったらね、一生片付かないんだよね。今回の週末ビフォーアフターはマンションにお住まいの4人家族のお宅の完結編でございます。前回黒々しい者たちのせいで残念な状態だったリビングを生まれ変わらせることに成功いたしました。残すは個室2部屋だったのですが、まさかのキッチンにまで手をつけてしまいます。どんな結末を迎えるのでしょうか。続きをご覧ください。ママ、ちょっといいですか。ここなんですけど、この部屋はもうマストでやるんだけれども、まあまあ出ちゃってると。で、テーブルがなくなったことによって結構椅子が出ちゃってて、でそういったものとか、あとまあその他もろもろ、要するにちょっと処分するかどうかも悩むようなものとか、収納の中に埋めるっていう考え方もあるんだけど、今見たけど、まあまあ入ってるよね、まだね。なったら、私はここは、ものすごいこう仕事ができるように、すっきりさせたいと思っているのね。ってなった時に、ちょっと寄せる場所として、スペースを作ってもいいのかなと思うのは隣。なんだけれども、今こう、全部がクローゼットみたいになってるんじゃない？それはそうですね。それを3分の2クローゼット、3分の1バックヤードにして、こういったものを寄せる場所にするのも手なんだけど、今稼働してるものが一番奥まであって、なんなら稼働してないものがこう半分ぐらいあるって、もっと稼働させるものをこっち側に持ってきてっていうふうにすると、こっち側にスペースはできるので、それで隠すっていうのも手だよねっていう。要するに1個ここに持ってきちゃうっていう。で L 字型にすることによってそこには空間ができるので短くはできるけれども、何か作業したいんであればここら辺のものを稼働してないんだったら動かす必要があるよね。ここの奥にする。いずれなくなるの。いずれなくなるだったらいずれなくなるんだったら、なくなるまではこっち側にスペース作って、でなくなったらここ広くするみたいな感じする。じゃあこの後ろにいろいろ置けるようにしましょうか。それさえ決まれば、こっち側の景色はどうにかなります。この後も始めちゃったけど、ここはどうする？すごいね、やる気満々ですね。当店ですね、これ。当店ですね。うわ。じゃあ、アイちゃんちょっと悪いんだけど。すごい、もうちょっと、こっちも終わってないのに。待ってくださいよ。
もうしかもバンドが汚いし、もう本当にやるのっていう。もうあなたが聞くんで誰かいやいやいや、もう本当大怪我しないようにっていう。大怪我ね。いやいやいや、まあちょっとこれもう一人いるわよ。でもね、これ横着してね、中途半端にやると結局全出し途中とかになるんですよ。いやいやいや、もう全然言うんだから途中で。ここのパパ、ここのカゴは嫌なの？それはもうなくしちゃいました。あ、ないのね。もうない、この世にないのね。確か来ましたね。本当かよ。今まではこれいっぱい置いてあるが気にならなかっただけで、もうなくなるとこれだけだよ。もう異常に気になるのよ。サニーシールド買ったの？違うよね、うちが持ってきたんですね。この家のもの？うん、確か買ってあります。もう使ってある家とは思えないんだけど。いや、入れてますしね。もう引き出しに入れるのじゃないから。あれば純子が綺麗にしてくれると思ったら大間違い。まだ全然早いわよ。早いわよ。いやいやいや、もう入れますよ、入れますよ。もうまさかそんなもの取ろうなんて思ってないんですよ。全出しを。やばい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 。まなみさんがゼロ出しちゃって私のせいなんですか？せっかく感動のリビングのアフターを撮ったばっかりなのにこんな油ベトベトの汚れまみれのもの全部出しちゃって、あなた全部出すってことはそこ全部掃除しなきゃいけなくてどうしてくれんだって話ですけど、奥さん、はい。入れすぎ。入れすぎか。もう出せないよね、全てが。もうそれは戻すのがめんどくさくていっぱい置いちゃう理由が分かりました。うちの愛子さんは先生だったら楽勝ですっていうぐらいなんかまるで中身がスカスカみたいな言い方をされたんだけど全然スカスカじゃないです。見ての通りですよ。これを全部戻すのは無理なので、そうなった時にどうするかって言ったら、もうこの家は逃がす場所はあるので、まあ一旦逃がしてもいいから今使うものだけで出し入れをして、もうキッチンが綺麗な状態で暮らさないと、こんだけ物持っちゃってると清潔なキッチンを保てないので、一旦ここで私たちは掃除はするんだけれども、本当によく使うものから戻していって、普段あんま動かないものに関しては押し入れまあまあ空いてるんで、そっちに寄せて、とにかく子供がちっちゃくて家事に時間が回らないっていう時代はもう今あるものを最小限に回して、なんで水切りかごはさ捨てちゃうのにさこんな持ってんだよって話ですから。はい。まあいろいろ言いたいことはたくさんあるんだけれども、ちょっと本気でやるんでちょっと分けてもらいたいなっていう、はい、ということで、はい、やりましょう。はい、はい。最悪この上とかで潰すけど、それでも無理だった場合に向こう行くんですよね。だって愛ちゃんも向こうからこっちに移してほしいものもあるんでしょ。そうなんだ。そんなことないよ。ないよ。向こうは向こうで。あ、そう。はいはい。だからもうそれでこっちに来たら了解です。もう仲良しだ。仲良し。でもいろいろ工夫されてるよね。そう、すごいやってるよね。やってるからこそ難しい。なるほど。食べる気がする。やばい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 。どうセットにしといたみたいな食べる。いや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 ダメだ。またこの汚れさ加減ってさ映んないんだよね。綺麗に。
作る？パンはほぼ毎日。おお、作るの？はい。まあ本業からだけで。じゃあもうトップオブが。これとこれは？手前にもほぼ毎日2点ぐらいは。そうよね、現場だよね。現場だからもっと押さないと一番ここが問題かも。作りっぱなしなんです。スーパーね。だから次作るまた使うからって言って。ね。おっしゃる通りだなと思って、そんなに片付けには時間割かない。もうどうせ散らかるしっていうそうですよね。ところ。使うものって言って出しているっていうのああ、は。そうね。また使うしね。でもそんなこと言ったらね、一生片付かないんだよね。この家でもね、作業スペースはね、あった方が本当は良くて、まあ、これはなしに。ここでお茶を入れるんだけど、だからここら辺お茶ラインになったらいいけど、引き出しが本当ないよね。ここトップオブザゴールです。なので本当にこの食卓あたりで使うようなものがあるといいよねっていう。で毎日飲むもの。毎日飲むもの。毎日は。大して調子悪いから家庭用の薬が大体なんで。なるほどね。だからもうここはね、でも水なんですよ。これは水ものなんだけど、この家って本当に引き出しが弱いからここしかないんですよ。でここ植えていい、大丈夫なのか。サランラップももう全部入っちゃったから別にここになってるのね。入れちゃう。はい、ということで本日の作業が無事終了いたしました。今日は、想定してなかったキッチンも含めて、仕事部屋も、クローゼットもやるというまた無謀な作業で、これ以上作業依頼が来たら困るんですが、とりあえず皆さんに見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。どうでしょう。すごーい。なんかとてもグレードアップした職場になりましたね、奥さん。はい、はかどりそうです。ダイニングテーブルの上にあった時は汚いなと思ったんですけど、こちらに来るとなんか輝いて見えます。どうですか、お父さん。ここで仕事したいですね。そうだね、お父さんはこれも3分の1ぐらいの薄いテーブルでうまくしてましたけど、やっぱりこのグレードを見てしまうとなんと格差を感じる今日この頃。ここでね、運動もする道具もありましたよね。この中に入ってるのかな。あ、でもここもすごいスッキリしてるわ。はい、ここもお父さんの大好きな漫画とか、なんかここもしっかり整理された状態で、あ、分かったわ。お母さんの運動動画がこの下にありました。だからね、ここでバランスボールをやったりね、非常にこうスッキリとできる女の部屋になっておりますので、存分にここでお仕事して、仕事が途中でも、リビングダイニングを
綺麗な状態でキープするということで、はい、暮らしていただきたいと思います。はい。ただあれですよ、奥さん。ここにあったものたちが全部クローゼットの方に押し寄せられてしまいました。はい。クローゼットがどうなってしまったのか見に行きたいと思います。はい。はい、ということで、クローゼットは急遽やらなければ、このお仕事部屋が完成しないということで、後半、ね、愛子チームと、純子とまなみチームで、今日はやらせていただいたんで、全然見てないんですけど、しっかりとバックヤードとクローゼット、作ってもらってますので、見ていただきたいと思います。どうぞじゃーん、どうでしょう。だいぶ、コンパクトに。コンパクトだけれども、まあ床に何にもないので、まあすっきりしてる感じで、意外と狭くなるかと思いきや、広々として。そして、隣にあった使ってない椅子とか、あと結構収納グッズの残骸とかもかなり出てしまったので、それが全てこちらの後ろにあるということで、ここの景色はあまりよろしくないですが、でもどうかお父さん、物の量は全然増えてるのにすっきりして見えない。見えないところにいろいろしまってあるのがもグッと。うちは捨てるか捨てないかじゃないか、埋めるか埋めないかという、まあある人から言わせてみれば捨てさせないのはダメだって怒られちゃうところなんですが、でもね、捨てるのもまあまあ時間がかかったりお金がかかったり労力なので、まあそういった悩むようなものは一旦寄せさせていただいて、おいおいやっていただくだけでも、ここでね、全員が着替えができて、支度ができて、ちょい置きができてですね、なんならお母さんさっき言ったようにね、ここで充電ね、システムがあってもいいかなっていうぐらい動線上にありますから、ここはね、家事労働も、ね、洗濯動線的にも最高なクローゼットになってると思います。はい。はい。ということで、最後にオーラスですよ。まさかのキッチンもやりましたので、最後それを見て終わりたいと思います。さあ皆さん、もう今日最後の一番苦労した、あんなに油まみれになると思わなかった作業。小野が当初、楽勝案件と言われていた案件だったにもかかわらず、なんとキッチンもやってしまうという無謀な暴挙に出てしまったんですが、まあただ、まあ小さいお産を抱えて、二人が炊事がしやすいように、生まれ変わらせておりますので、キッチンの方を見ていただきたいと思います。どうぞじゃーん、どうでしょう。すごいです。ありがたい。はい。もうね、どこに入れたかとかね、そんな話よりも、掃除をしただけでも、はい、本当にすっきりしたところだなというところでですね、はい、私はね、本当にカウンター片付けた後に、これを外したくてしょうがなかったんですけど、この家、なんと、これの代わりになるカゴを捨てたということだったんです。すいません。まあこれは外せなかったんですが、とにかく、ぶら下がってたものが、一旦外れて、全部掃除はしておりますので、だいぶ生き返ったのかなというふうに思います。はい、こちら、古型式ではおなじみの火の台でございます。こちら調理関係のもの、火で使うようなもので、この家っていうのは毎日パンを焼くということがあったので、パン焼き器とここにパンを焼くための粉が入っていたりとか、火のラインにあるようなものですね。なんていうかって、ここに油があったりですね、まあ腰回りの収納が非常に弱い家だったので、どうしてもこういったくぼみの中にも入れさせていただくこのお米のライン、この後ろに火のラインに使うようなものまであったりとか、結構ね、普通の家とはちょっと変則的な感じなんですけれども、それはどうしてかって言ったら、この吊り戸棚が非常に高い位置にあって、ここにあんまりアクセスするのが大変ということで、ここはお父さんが使うような乾麺が入ってます。でその上にまあたまにしか使わないような調味料が入っていたりとかで、ここは水のラインになりますので、タッパー系とか、あとよく使うはかりみたいな、こういったものもワンアクション取れるようになってるんで、今までここに多分調味料があったと思うんですけれども、調味料は今度後ろ振り返ったところで使えるような形で、まあ、この方が低いですし、こういう形でここにどんどん置いて作業した後に戻すような形にすると、まあ、高さ的にはここの方が
ここから飛び降りは、低かったりするので、ここはまあ水のラインで、お弁当グッズも結構ありますから、そういったものが入っています。そしてこちらですね、食器を、入れさせていただいております。意外と普段使うものはそんなにないお家だったので、まあ、ここだけで普段のご飯が賄えちゃうみたいな感じですよね。ただ私が工夫したのは、この家ってものすごくお茶を飲むと。だからやはりお茶ラインを作っておいた方がいいと思いましたので、このラインでコーヒーを飲んでいただいたりとか、ここはだから特別ですよね。食器の中でもちょっと重要なポジション。で、この家ってやっぱり、ここは何々、ここは何々っていうのが多かったんですけど、例えばここは調理道具と調味料、どっちも置いてあるハイブリッドな感じで、この家って調理道具が死ぬほどあって、それが全部ここに入っちゃうと、調味料がこっちになっちゃうとかっていうのがあったので、毎日使うようなものが、近くで、たまにしか使わないものがちょっと下の方にあったりとかっていう風に、いつでもこう変えてもらっても構わないので、上手に使っていただきたいと思います。食材結構ここに入ってます。このライン。入れ方を変えただけでだいぶ入りましたので、なんかあんなにいっぱい出てた割には入ったかなっていう感じですね。もうここは普通に水のラインで、しっかりと、ここで使うようなものが入っておりますので、ね、どんだけ具が悪いか知んないけど、この家はものすごいこう薬が多くて、やっぱりこのね、高さにね、引き出しが弱いから、こことここしかないので、どうしてもね、ここに集中しちゃうんですけれども、サプリメントなどね、よく飲むようなやつとか、あとこういったね、ペンとかね、あとハサミとか、トップオブザゴールデンなので、ここによく使うものをしっかり入れていただけると、食卓にも近いので、とても使いやすいと思います。そう、ここも食卓に近いので、ここは食卓に使うグラノーラだったり、プロテインだったり、コーヒー以外のお茶もここにいっぱい入ってますので、こちらで食卓に出すというところで、ここ作業台何も置かないでください。私作業台結構作ったのよ、ね、ここにもあるし、ここも作業台なんですよ。だからここでなんかいろいろ支度ができる。ここもやっぱりね、常に開けとくっていう風にするだけで非常に使い勝手がいいので、ただ私たち収納グッズ全然捨ててないので、もしね不便だなと思ったら少しずつ付け出して、なるべくこの綺麗な状態をキープしていただけるようにしてください。で、最後にちょっと感想をパパから先にまるっと今日やりましたけど、内見に来たのかなって勘違いするぐらい物がなくなったような印象です。内見に来たただ本当に掃除はしやすくなってると思いますし、料理もしやすくなってると思いますので、維持管理はできやすいかなと思います。ちょっと最初は逆にやりづらくなっちゃうんじゃないかなっていう、いつもの場所に物がないっていう、そこで戸惑いが出てくるんですけど、多分片付けるときにここにしまえばいいんだっていうのがすぐ分かるんで、だから楽しみです。だから自由自在に動かしてもらっていいわ。やる人が一番やりやすいのが一番いいので、これからも炊事洗濯お父さん頑張ってください。ありがとうございます。お母さん、じゃあ最後。いやー、なんか天までこんなに綺麗になるとは思ってなかったので、大変嬉しいです。そもそもあんまりね、表現を出すタイプじゃないんだけど、もうちょいちょい覗きに来るたびにもうにやけが止まらなくて、もう私もその顔を見ると、やっぱキッチンやってほしかったんだなって。ただほら時間的に難しいみたいな話をしてたので、私もどうしようかなと思ってたんですけど、そこは本当に母親やってたまなみさんからしてみたらですね、お母さんを応援したいというね、気持ちが強いので、今日は珍しく純子とまなみのコラボレーション。大体私とまなみさんって別々の作業やるんで、まなみさんに任せて私は違うことをやるんですけど、ここで純子にやらせたら絶対に機嫌が悪くなるっていうのが分かったんですよね。まなみさんすごい上手なの、掃除が。だからすごい綺麗になって、私もすごい入れやすかったんで、よかったかなということで。なので本当にお子さんとの時間を大事に、素敵な時間を過ごしてください。ということで今日は成功でよろしいでしょうか。大成功です。大成功です。ありがとうございました。頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ということで、個室とまさかのキッチンまで生まれ変わらせることに成功いたしました。可愛らしいカラフルな家で家族仲良く暮らしていただきたいと思います。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは、急遽両親を引き取って自宅介護をしているお宅に訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。週末ビフォーアフター祭り2024、古方純子の爆笑トークライブであなたの暮らしに愛と笑顔を届けます。大盛り上がりの大抽選会でおなじみの商品がゲットできるかも。ご家族お友達お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。たくさんのご参加お待ちしてます。チャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。はい、カット